2000年6月以前に建てられた家に住む、あるいは購入を検討されている方、必見。我が家は築後10年以上、法律で耐震基準が定められる前のいわゆる旧耐震、1981年の新耐震基準や2000年基準と時代とともに法律はぐぐっと強化されてきました。この家をその最高レベルである耐震等93に匹敵する壁の強度へ。冒頭でご紹介した通り、この家は旧耐震基準で建てられた物件です。これらの住宅は時代とともにどのように変化し強化されていったのでしょうか。大地震の教訓から日本の耐震基準は大きく変わってきました。1981年の宮城県沖地震をきっかけに新耐震基準が生まれ、震度6、7の大地震でも倒壊しない家を目指すようになりました。初めて壁の量が法律で定められたのです。旧耐震から新耐震基準への主な変化。1つ目、柱と梁の接合部。2つ目、壁の量。3つ目、基礎の強化。4つ目、保有水泳耐力計算。しかし1995年の阪神・淡路大震災ではこの新耐震を満たした家も多くが倒壊しました。その原因は壁の総量だけでは不十分だったからです。この教訓から2000年の法改正では壁の量に加えて地盤調査の義務化、強固な基礎、柱と梁をつなぐ金物、そして壁の配置バランスが義務付けられました。壁量について新耐震からおよそ 14% 以上多い壁量が求められ、壁のバランスが必要。その目安として4分割法が導入。では補強前の壁量と各基準の壁量を比較してみましたのでご覧ください。壁の量とは壁の長さとなります。長さを3尺、
サブ6番サイズにすると何枚必要なのか。また新耐震以降の壁量は必要最低限の壁であり、実際建築されている住宅はこの倍かそれ以上の壁量と思われます。壁の長さだけ見るとこの家の壁は2000年基準と同様。ではこれらの基準を平面図でご覧ください。こちらが改修前の1階の間取りで、茶色が壁、青や赤は窓やドアなど壁として強度がカウントできない箇所です。筋交いがあっても金物で固定されておらず、モルタル外壁にもひびがあると思われ、共に壁の強化基準から外しました。壁の種類により壁倍率、壁の強さが数値化できます。壁の仕様を表に当てはめると、木ずり、片面壁倍率 0.5、このマス目あたり 0.5、わかりやすく1で算出し、最後に半分に割り出してみます。X 軸の長手方向は南北の壁を合わせてもわずか 6.5 枚、壁倍率 0.5 にするとおよそ 3.25 枚しか壁がない、極めて壁量が少ない住宅では、実際の壁倍率に変換したものを各基準を比較。ご覧のように新耐震基準で14枚、最高レベルの耐震等級3では24枚もの壁が最低限必要となり、壁倍率から比較すると圧倒的に壁が足りていないことがわかります。今回の作業は4分割法でもともと壁が足りていない Y 軸に耐力液を追加し、バランスを向上させることが目的です。壁を補強する上で最も大事なこと、それはバランス。もし片側だけを強くしてしまうと、家全体に歪みが生じ、逆にねじれて倒壊する危険性が高まります。東面に4倍の強度を持つ壁を設置し、バランスを取るために、反対側の西面にも同じように補強を加えていきます。今回の解説は、築古住宅が壁の量が不足しているがゆえ、大地震では避難する暇もなく倒壊リスクが高い。安易に DIY で補強できるほど簡単ではないです。4分割法や他の補強箇所については、また次回以降の動画でご紹介します。